こんにちは。Our Life Japan & China のチンムーと申します。ここの駐車場、すごく広いのに B1 も B2 も空きを見つけるのが大変。ここは大連市内のシーアンルー、マイカルもあるよ。マイカルはこちらでは高級百貨店の感覚。物もいいけどすごく高い。マイカルの隣にやってきた。ここはロースーフ広場と呼ばれるモール。あれはスノボーの練習場かな？面白そう。まあ僕自身ウィンタースポーツはあまり得意ではないけどね。雪がなくてもいつでも練習できるのはいいね。夏でも OK。車好きな奥様が何か気になるものを見つけたようだ。ファーウェイの電気自動車。僕は車に全く興味なくて、ただ運転するだけ。でもね、中国で運転できる日本人なかなかいないと思うよ。怖すぎて。息子の塾がそろそろ終わるから合流することに。これエレベーター待ちの列。中国人も並ぶようになったでしょ。ママも一緒だよ。2階で待ってるよ。今は12時半過ぎ。これから3人で昼食をとることにした。果たして何を食べることになるやら。この地下がグルメ街になっている。さ、試食するならせめて買うか迷ってるふりぐらいしようよ。昼時とはいえ人が多いね。どの店も並んでいる。一线
2000円ですらまあ並んでるぞ。どっちも安い。中国が急激な発展を遂げる中で当然物価も上がっていった。なのにうちの奥さんの頭の中だけはその変化に対応できていない。放哪里吧？これら食べたらしかもこれ形あんま良くないよ。形も良くないし、300元。すごいの。ほら、アワビです。うまそう。食べる16元。16钱对呀。そう。どんなに美味しそうなものがあったってウィンドウショッピングになることは想定内。食べるという優しい問いかけに喜んではいけないことも承知している。すごいね、もうなんか おしゃれさが増してきたね。もうおしゃれ。本当に時代は変わったものだ。20年前はパンですらちゃんとしたものがなかったっていうのに、ママも目が点になっちゃってるわ。どうでもいいけど、そろそろ店を決めて食事したいものだ。那豚肉的，儿子这是猪肉鸭肉腿。哎妈，小酥散炸，这个小好吃啊，给你称点啊。啊？我要买称点，你是什么？
小馆啊，这个给我称1斤吧。好嘞。很多很大一点。思ったより硬いよ。硬い？ほら、この人。美味しい。我进去第一眼看他那个水果干，发现他们每一个都50以上，好贵。日本好贵。再这个。これをお昼にしようとしてないでしょうね。そんなわけないですよ。これでお腹いっぱいになったらお昼にします。山楂なら大丈夫ですよ。お腹いっぱいくん。逆に消化良くなってるな。ああ、いいんじゃない？あれが韓国料理。大冬天吃大冷面。あ、もう一つに行こうか。ああ。いいよ、これでもいいよ。まあいいよ。じゃあ麺でしょ、基本麺でしょ。あ？基本麺でしょ。麺だよ。うん。いいよ。ちょっともう一つ向こうちょっと。いや、精神的の笑い。うん。やってる？やってるんじゃない？好，给你们一人一块山楂补补能量。又来了，お腹いっぱい作戦。可以。一人一块山楂补补得了。可以。找不着好吃的，补带点山楂回家吧。可以。做拉粉呢，那。麺屋。これ日本っぽいね。对呀。あ、日本。いらっしゃいませって。ここ。でも高いよ多分。日本のラーメン30元ぐらいするんじゃない？いや、豚骨だよ。30元ぐらいする。多分多くの方が600円ならそんな高くないよって思ってるはず。でもね、中国の素朴なラーメンなら10から15元あれば十分食べれる。日本円で言うなら200円から300円程度。普通の人ならちょっとしたサイドメニューとかも頼むだろう。だからそんな安くは済まないんだろうけど、うちらの場合は、うちらというかあの人がいる場合はってことね。誰かはわかるよね。こういう裏通りの店を探すのは、その方が安い店があるはずだから。立地が悪ければ家賃も安い。だから食事も安く提供できる。チェンタロウ。センタロウ。これもなんか日本だね。去看看。いいけど高いかもしれないよ。と。甚至不送你四毛。だってそういうもんです。拿俩石头不行。また来た。真的，我手头上我要去买。妈呀！他の。有。いやいやいや、本当に。给你要吃的38块钱一人一个，2个。
ラーメンにこれがついてきた。ママの病気が発動しちゃったね。まあ僕らはもう慣れっこだから気にせず食べるけどね。この人の場合、お金がないわけではない。自分の価値観に見合わない金額は出したくないという女。そもそも食にはあまり興味がないしね。美味しい美味しくない。这个可以，可以。这个私は日本の一番濃いと書いて、やや薄い味って書いて、そっち選んだよ。それとも濃いの。まあうち普段の食事が薄いからね。快点增加。味は美味しい。不要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 。じゃあちょっと食べてみて。こういう人がいると美味しいものも美味しくなくなるよね。これ食べてみよう。美味しいよ。これはある意味病気だ。まあ仕方ない部分もある。僕とは1歳しか違わないのに育ってきた環境が全く違う。ガスも電気も水道も、そして食べるものさえ限られている生活をしてきた人。いつもトウモロコシのおかゆに砂糖をまぶして食べていたという。白米を食べられるのは旧正月の時ぐらい。小麦粉だってめったに使うことができなかったそうだ。